カスタムです。今日はスライドドアのレールに埋め込むイルミをつけます。ウインカー機能もついてます。取り付けることとしては非常に簡単だと思います。あと注意点としては1点。一応ここのスイッチを切っておいた方がいいと思います。あとは多分これ車検対応してないんじゃないかなで、あとなんだっけ、僕がそのフロントにつけた LED テープ、流れる LED テープと同じ会社のようです。あともう一つ注意点が、前期30系の前期用と後期用でカプラーの形状が違うので、買うときは気をつけてください。もし間違えちゃった場合はどうするんだろうね。多分間違えちゃったときはここのカプラーぶった切って、テールのところから自分でエレクトロタップで検電しながら探してやる感じですかね。で、僕は今日の流れとしてはテール外してそこからやる感じなんですけど、ちょっとスイッチをつけようと思います。スイッチはこちらですね。なんていうの、まとめてあるスイッチはいいなと思って、ちょっと自分でこういうスイッチは自作も考えたんですけど、時間もないし買った方がいいかな、早いかなと思って買いました。で、基本的にこれあとアース側にスイッチをつければ全部機能が解除されるんで車検対策になると思うんですけど、僕一個だけちょっとどうかなっていうのを思って、そのウインカーの流れる方向がちょっと気に食わないところがあって、このタイプって前から後ろなんですよね。後ろから前に流れるこういう商品もあるみたいです。この商品に関しては前から後ろなので、それがちょっと気に食わないので、しばらく使ってみてダメだったらその機能を切ろうかなと思うんで、だからそのなんだ、ウインカー側に2つ、ウインカーに2つ、左右2つ、ポジション、今回これ青買いましたけど、これにも2つつけました。2つつけます。そんな感じかな。で、やるときは簡単にやるんだったら、せっかくこういうカプラーがついてきてるので、何かしらの例えばこれ黄色ウインカーだと思うんですけど、こうぶった切ってここにスイッチをつける感じでいいと思うんですが、中に引き込んで、僕あんまりそういう傷つけるのはあんまり好きじゃないので、今回はこれと同じカプラーを探して自分でまた新たに1個カプラーをつけて、こういう感じで作って、それを中に引き込んでスイッチつけるようにしてまたやるようにしました。これ Amazon で売ってましたね。で、同じカプラーを探す方法なんですけど、
この JST UAC で探して出てきたかな、Amazon で。で、スペースカプラーみたいな。なんか、これ初めて知ったんですけど、配線コムさんで。なんか、こういうところの横に、なんか、例えば住友伝送系だったら、ここに住友のマークが入ってるそうなんですよね。このあれには入ってないけど、よく見てみると入ってると思います。そこから型番を追ってカプラって探すらしいです。あとちなみにこれついてきたやつなんですけど、これ一応ね、根元はホットボンドで留めて、詰めて、で、その後ビニールテープで、ちょっと配線が出てたとか巻きました。まあ、多分、ここまでしなくても大丈夫だと思うんですけど、念のためですね。じゃあ今からテール外して、とりあえず通常通りはめて、つくかどうか、やってからスイッチをつけます。じゃあ始めます。まずはこことここ外すのか。ちっちゃいマイナスドライバーで爪を外しました。これはだから光る向きで外だ。これは運転席側でセカンドシートが入れています。配線通しかな。いや、配線通しまでいらないな。硬いね。どう焦っちゃうんだよね。
うん。ちょっと待ってよ。噛んじゃってる。ん？つくかどうかやってみるか。つきましたね。間接照明的になってる。次ウインカーがつくから。スイッチをつけていきます。で、配線ルートなんですけど、左右ともにこれセンサーのやつ配線だったんです。ここを剥がして一緒に剥がせます。で、ここどうしよう。で、ここ多分後で頑丈にやっといた方がいいと思います。ここはやっぱ相当頑丈にやってあるのは理由があるからだと思います。だからここの最初穴開け考えたんですけど、剥がした方がいいかなと思って剥がす方向でやります。で、ここは中から覗き込むようで開けたんだけど、ここを通して、でここからピョって出してもいいけど、多分ここもつながってて、多分この中も通ってますね。こう通して、で、多分ここ通すの辛いんじゃないかな。多分ここあたりピュッと出してこのスイッチにつなげます。で、こっちは同じように通して、ここまで普通に通るので、ここからここまで多分こっちも簡単通ってるので、通してスイッチにつなげます。全部で4分8分使うのか。じゃあ合わせれると何本だ、12分か。まあいいや。ちょっとやります。ここね。全然ダメだ。ここ上げてね。
ストリップ外していくか。まずここからここまで通ったので一旦配線通します。結構よくなってくる。多いな。6本か。でこれ今度リフレクターのウインカー配線どうすかね。取れてる。あ、取れてる。で、ここ通すか。配線これ届かないな。問題は配線が全然届かない。4、50センチ必要だな。延長します。で、このこっちから電源が来るので、電源が来る方はここにあって、で電源が向かう方をこっちからやって、またこう戻して、結構めんどくせえな。ここ戻ってきて、ここにつく感じです。テントをチェックしてて、ウインカーつけたんだけどウインカーがつきっぱなしです。で、こっちが点滅してるので、多分これウインカー配線なんですけど、多分イルミのところとウインカーのところ逆にしちゃってるとダメだと思うので、それを直してみます。ちなみにイルミはつきません。やっぱそうだな。こっちを消すと多分消える。じゃあ逆なんだ。ちょっと直します。ここはこのスイッチのこの青いのがつくかどうかの線で、これが今回僕の言う配線、こっちから電気が来て、こっちは電装に向かうやつ。これを電装に向かう方を今逆にしました。多分僕のそれはこっちがウインカーか。これつけばウインカーつくんじゃないかな。多分これカップルつければつくんじゃないかな。カップルじゃないな、テールを。こっちがイルミ。
ウインカーがついてから当然つかない。ウインカー消すか、このスイッチを切ると多分つく。ああ、アプローチはいいな。で、問題はこのウインカーが正常かどうか。テールを仮でつけてみますか。こうなるんだね。やっぱ電気がこのスイッチの電気自体がウインカーから取ってるっていうことになってるんで、俺どうしたんだっけな。そうそう、これ分かりづらいんだけど、このスイッチ自体 ACC から電気を取ってて、これシガーから取ってるんですけど、本来これ全部こうつながってるんですよね、その ACC のやつが。で、説明は分かりづらいな。だからこれとかも全部つながって、本来は ACC なんですよ。でこっちが伝送側に向かうんで、これ伝送側のプラスにつなげてあげて、で伝送側の朝どっかにつなげれば、普段これでプラスマイナスするだけでついたり消えたりするんですけど、今回僕の場合は、アースであろうがプラスであろうが、その間にスイッチをかませる必要があったんで、一回この ACC というかつながってる電気をこれ一旦外してあげて、もうそれぞれ独立させてあげてるわけですね。ここのアース線はリードアース線で、スイッチのここ外しちゃうと電気つかなくなっちゃうんで、だからこれはしょうがないですね。正常の範囲だと思います。で理論上これを切ると当然つくと。逆に今ウインカーつきっぱなしだから2つ切ると当然あれだけど、ウインカーだけつけることも当然できると。じゃあ次逆変えます。まずこれってどっちだっけ。これだけつけるか。まず電源を取る方から。
これ配線通し使わなくても通るね。ほら。ここは配線通しなくても通るんですけど、まあここは普通に手で通ります。で、問題、ここからあそこは多分配線通しないと通らないな。カメラやりながらと結構きついな。夜やって事前にこう光が通ってたんで、つながる穴はあると。ジャケット外すか。はい、あるよ。一旦カメラ通った。よいしょ。さあ、配線が足りるか。今日2度目なんで。足りるかな。ケース持ってた。で、プラスにつなげて、これね、これもスイッチの自分でやつ忘れちゃうんだ。下側だね。ということをここに今つけました。で、アースはちょっとギボってやると。で、次はテール側に向かう方をまたもう一回同じように閉じます。次テールに向かう側をつなぎます。配線とか多いな。それだけの方が良かったかな。配線通しに見えるな。よいしょ。
さっきやってみてもなんかスパッと通るところがあるんで、すげえ通ってて、通ってとった。ギリギリだこれ。ギリギリだ。まあ最後ここにしまえばここでいいにしても、ここまでしか来ない。わりかしピンと張ってんのよ。まあそんなテンションかけると壊れちゃうからだけど。説明するの忘れたけど、もともとこれフューズ付きのやつがあるんで、これをまたこの3つの中の真ん中につけて、とりあえず先頭チェックします。お、なんか多分これがイルミちゃんとついてる。あ、ちょうど何も考えてなかったけど、ウインカーイルミちゃんとここになってる。完成ですね。あとはこれ配線が分かんなくなるから、イルミやイルミ、右イルミ、左イルミ、右ウインカー左ウインカー分かるように貼っといた方がいいのと、こんなもんかな。あとここをちょっと仕上げにやります。左右ともに穴開けしないで、ここから通します。6本って多いんで、1、2本だったらまだしも、それがね、で今度これ LED リフレクターの時に使うところなので、ウインカー配線を巻き込むときにここに使うと思うんで、その時ちょっと友人と相談しながらつけようと思います。穴開けするかどうか、ひとまず今日はこれでやっておきます。一応なんかここにテープだけ貼ってやっておきます。ここはこんだけ頑丈な理由があると思うんだよね。で、はめるときここ巻き込んじゃうんで、こう出しながら閉めるときに、相手側がプラスチックなので、ある程度のところ手回しで閉めていった方がいいと思います。ネジ穴がバカになるので。テールが付け終わりました。最後配線を直します。配線の取り回しも考えると4時間かかったな。こんな感じで綺麗に裏通して、ちょっと競っちゃう部分とは確認しながらちょっと入れてって、ここら辺は空洞があるんで、もし僕みたいに配線が1本じゃなくて、ギボシ等々で配線する必要があった人の場合はこことかに入れてしまえばいいです。でこう入れて、結局ここに入れたんですけど、なんて言うんだろう、
こう結構入れても爪があるから逃げてくれるんで大丈夫なんですけど、配線が結構ぐちゃぐちゃになっちゃうね。これさえなきゃかなりかっこいいんだけどな。でもこんだけの配線数になるとやっぱこれぐらいになっちゃうな。束ねても結構なっちゃうな。でACC とかにつなげばここ出るけど、別にこういうのいらないよって人は ACC につなぐ必要はないと思います。 ACC はシガーから持ってきて、でここも配線が6本通ってんだけど、閉まったって閉まったけど、なんかちょっとめんどくさいんで取っ払っちゃいました。取っ払ったままか。で多分ここはこう出さなくても、配線が長きゃこっち出してくることはできると思うんで、こうやって。ただ配線がもう短くてまた接続するのめんどくさかったんで、もうこっからこう出しました。あとは夜確認します。ちなみに運転席の方からも見えますね、少しね。夜はこんな感じです。次はビンカー。個人的にあれなんだな、本当は後ろから前に流れてほしいんだな。でもいい感じだと思います。アンダーイルミを消した状態です。スイッチの感じ、こんな感じです。でこれシガーと USB もあるんですけど、シガーの機能は使ってて USB は使わないと思って絶縁してあります。こんな感じですね。チャンネル登録といいねをお願いします。